今日は、日本の結婚率、なぜ下がり続けているのか、について話します。日本では、昔と比べて結婚する人が少なくなっています。なぜ結婚する人が減っているのでしょうか。仕事やお金の問題、価値観の変化など、様々な理由があります。今日は、これらの理由をわかりやすく説明します。まず、日本の結婚率がどれくらい下がっているのかを見てみましょう。厚生労働省のデータによると、1980年には1000人あたり約10組のカップルが結婚していました。しかし、2022年には 4.1 組まで減少しています。つまり、結婚する人が半分以下になったということです。また、2022年の日本の平均初婚年齢は、男性が31歳、女性が29歳でした。昔は20代前半で結婚する人が多かったですが、今は30代になってから結婚する人が増えています。では、なぜ結婚する人が少なくなっているのでしょうか。一つ目の大きな理由は、お金の問題です。日本では、安定した仕事に就いてから結婚したいと考える人が多いです。しかし、正社員になれない人や、給料が低い人が増えています。特に、非正規雇用の人は結婚に不安を感じることが多いです。例えば、厚生労働省のデータによると、20代、30代の平均年収は、男性が約400万円、女性が約300万円です。一方で、結婚後の生活にはたくさんのお金が必要です。例えば、結婚式には200万円から300万円、新婚生活のための家具や家賃を含めると、100万円以上かかることもあります。さらに、子供を育てるには教育費や生活費も必要です。そのため、結婚したくても、お金の余裕がないという人が増えているのです。二つ目の理由は、日本の働き方です。日本の多くの会社では、残業が多く、仕事が終わるのが遅いです。特に、20代、30代の人は仕事が忙しくて、恋愛をする時間がありません。例えば、厚生労働省の調査では、日本の会社員の約 30% が週に40時間以上働いていることが分かっています。さらに、週に50時間以上働く人も 10% 以上います。このように、仕事のストレスや疲れで、恋愛や結婚を考える余裕がない人が多いのです。また、休日が少ないことも影響しています。週末に仕事があると、デートの時間を作るのが難しくなります。仕事とプライベートのバランスを取ることが難しく、結婚に対して積極的になれないのです。三つ目の理由は、結婚に対する考え方の変化です。昔の日本では、結婚するのが当たり前でした。しかし、今は、結婚しなくても幸せに生きられると考える人が増えています。特に、女性の考え方が変わってきました。昔は、結婚したら専業主婦になるという考え方が一般的でしたが、今は仕事を続けたい女性が増えています。また、日本では、結婚したら家事や育児は女性の仕事という考えがまだ強く残っています。このため、結婚すると、仕事と家庭の両方をやらなければならないと感じる女性が多く、結婚を選ばない人もいます。さらに、結婚しなくても、一人で楽しく生きられるという人も増えています。趣味を楽しんだり、友達と過ごしたりすることで、結婚しなくても満足できるのです。四つ目の理由は、出会いの減少です。昔は、お見合いや親の紹介で結婚する人が多かったですが、今は自分で相手を見つけることが普通になっています。しかし、仕事が忙しいと、新しい人と出会う機会が少なくなります。また、日本では知らない人と話すのが苦手と感じる人も多いです。そのため、恋愛のきっかけが少なく、結婚に結びつかないことがあります。最近では、マッチングアプリや婚活イベントを利用する人も増えていますが、
本当に良い相手が見つかるか不安と感じる人も多いです。また、地方では若者の人口が減り、結婚相手を見つけるのがさらに難しくなっています。そのため、結婚を考える機会が少なくなり、独身のままの人が増えているのです。さらに、少子化の影響も関係しています。結婚する人が少ないと、次の世代の人口も減ります。日本では少子化が進んでおり、若い世代の人口が少なくなっています。その結果、恋愛や結婚の機会も減ってしまうのです。政府は少子化対策として、結婚支援や子育て支援を行っていますが、すぐに大きな変化があるわけではありません。今日は、日本の結婚率がなぜ下がっているのかについて話しました。結婚する人が減っている主な理由は、経済的な不安、仕事の忙しさ、価値観の変化、出会いの少なさの4つです。では、日本の結婚率はこれからどうなるのでしょうか。政府は結婚支援プログラムや子育て支援を進めていますが、人々の考え方が変わってきているため、結婚する人が増えるかどうかはわかりません。しかし、結婚するかどうかは個人の自由です。大切なのは、自分が幸せに生きることですね。今日のポッドキャストでは、日本の結婚率が下がっている理由を説明しました。皆さんは、結婚についてどう思いますか？もし、日本での結婚について経験や考えがあれば、ぜひコメントで教えてください。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。今日は、日本の結婚率、なぜ下がり続けているのかについて話します。日本では、昔と比べて結婚する人が少なくなっています。なぜ結婚する人が減っているのでしょうか。仕事やお金の問題、価値観の変化など、様々な理由があります。今日は、これらの理由をわかりやすく説明します。まず、日本の結婚率がどれくらい下がっているのかを見てみましょう。厚生労働省のデータによると、1980年には1000人あたり約10組のカップルが結婚していました。しかし、2022年には 4.1 組まで減少しています。つまり、結婚する人が半分以下になったということです。また、2022年の日本の平均初婚年齢は、男性が31歳、女性が29歳でした。昔は20代前半で結婚する人が多かったですが、今は30代になってから結婚する人が増えています。では、なぜ結婚する人が少なくなっているのでしょうか。一つ目の大きな理由は、お金の問題です。日本では、安定した仕事に就いてから結婚したいと考える人が多いです。しかし、正社員になれない人や、給料が低い人が増えています。特に、非正規雇用の人は結婚に不安を感じることが多いです。例えば、厚生労働省のデータによると、20代、30代の平均年収は、男性が約400万円、女性が約300万円です。一方で、結婚後の生活にはたくさんのお金が必要です。例えば、結婚式には200万円から300万円、新婚生活のための家具や家賃を含めると、100万円以上かかることもあります。さらに、子供を育てるには教育費や生活費も必要です。そのため、結婚したくても、お金の余裕がないという人が増えているのです。二つ目の理由は、日本の働き方です。日本の多くの会社では、残業が多く、仕事が終わるのが遅いです。特に、20代、30代の人は仕事が忙しくて、恋愛をする時間がありません。例えば、厚生労働省の調査では、日本の会社員の約 30% が週に40時間以上働いていることが分かっています。さらに、週に50時間以上働く人も 10% 以上います。このように、仕事のストレスや疲れで、恋愛や結婚を考える余裕がない人が多いのです。また、休日が少ないことも影響しています。週末に仕事があると、デートの時間を作るのが難しくなります。仕事とプライベートのバランスを取ることが難しく、結婚に対して積極的になれないのです。三つ目の理由は、結婚に対する考え方の変化です。
昔の日本では、結婚するのが当たり前でした。しかし、今は、結婚しなくても幸せに生きられると考える人が増えています。特に、女性の考え方が変わってきました。昔は、結婚したら専業主婦になるという考え方が一般的でしたが、今は仕事を続けたい女性が増えています。また、日本では、結婚したら家事や育児は女性の仕事という考えがまだ強く残っています。このため、結婚すると、仕事と家庭の両方をやらなければならないと感じる女性が多く、結婚を選ばない人もいます。さらに、結婚しなくても、一人で楽しく生きられるという人も増えています。趣味を楽しんだり、友達と過ごしたりすることで、結婚しなくても満足できるのです。4つ目の理由は、出会いの減少です。昔は、お見合いや親の紹介で結婚する人が多かったですが、今は、自分で相手を見つけることが普通になっています。しかし、仕事が忙しいと、新しい人と出会う機会が少なくなります。また、日本では、知らない人と話すのが苦手と感じる人も多いです。そのため、恋愛のきっかけが少なく、結婚に結びつかないことがあります。最近では、マッチングアプリや婚活イベントを利用する人も増えていますが、本当に良い相手が見つかるか不安と感じる人も多いです。また、地方では若者の人口が減り、結婚相手を見つけるのがさらに難しくなっています。そのため、結婚を考える機会が少なくなり、独身のままの人が増えているのです。さらに、少子化の影響も関係しています。結婚する人が少ないと、次の世代の人口も減ります。日本では少子化が進んでおり、若い世代の人口が少なくなっています。その結果、恋愛や結婚の機会も減ってしまうのです。政府は少子化対策として、結婚支援や子育て支援を行っていますが、すぐに大きな変化があるわけではありません。今日は、日本の結婚率がなぜ下がっているのか、について話しました。結婚する人が減っている主な理由は、経済的な不安、仕事の忙しさ、価値観の変化、出会いの少なさの4つです。では、日本の結婚率はこれからどうなるのでしょうか。政府は結婚支援プログラムや子育て支援を進めていますが、人々の考え方が変わってきているため、結婚する人が増えるかどうかはわかりません。しかし、結婚するかどうかは個人の自由です。大切なのは、自分が幸せに生きることですね。今日のポッドキャストでは、日本の結婚率が下がっている理由を説明しました。皆さんは、結婚についてどう思いますか？もし、日本での結婚について経験や考えがあれば、ぜひコメントで教えてください。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。